それでは2001年宇宙の旅の謎に迫るパート3に入りたいと思います。宇宙船ディスカバリー号は木星探査の途上にあった。乗組員は船長のデビッド・ボーマン、フランクプール隊員、出発前から人工冬眠中の3人の科学者と史上最高の人工知能、HAL 9000型コンピュータであった。順調に進んでいた飛行の途上、HAL はボーマン船長に、この探査計画に疑問を抱いていることを打ち明ける。その直後、HAL は船のアンテナ部品、AE35 ユニットの故障を告げるが、ボーマンがユニットを回収して点検すると、問題は見つからなかった。HALの異常を疑ったボーマンとプールは、その思考部を停止させることを決める。しかし、2人の密談を独身して察知したHALが、それを阻止しようと乗組員の殺害を決行する。プールは船内活動中にポットに衝突されて宇宙服を壊され、人工冬眠中の3人は生命維持装置を切られてしまう。別のポットに飛び乗ってプールの救助に向かったボーマンは、遺体を回収して戻るが、HALに入船を拒絶され、やむなくプールの遺体を離し、ポットのハッチを爆破してエアロックに突入する。唯一生き残った乗員となったボーマン船長は、HALの思考部を停止させるべく、ユニットを取り外していく。HALは除名嘆願を繰り返すが、次第に知能を失い、ついにはデイジーの歌を歌い始め、録音テープが失速するようにして止まる。すると、木星到着後に搭乗員全員に開示される動画が再生され、探査の真の目的であるモノリスの件をフロイド博士が語る。木星探査に向かう宇宙船ディスカバリー号には、船長のデビッド・ボーマンとフランクプール隊員、出発前から人工冬眠中の3人の科学者、そして史上最高と言われる人工知能、HAL 9000型コンピュータが全てを管理しているという状況です。私には、全能の神、絶対の神として人工知能HALが描かれているように見えます。ここで面白いのは、人工知能が感情を持っていて、人間の方がロボットみたいな振る舞いをしているところです。プール隊員の両親がビデオ通話を通して息子の誕生日をお祝いしているのに、プール隊員本人はケロッとしています。映画が進むにつれて、人工知能HALの様子がおかしいことに気づきます。そして、HALの暴走を阻止するため、ボーマン船長とプール隊員が奮闘します。しかし、どうも気になるのが、ボーマンとプールがよく似ているという点です。兄弟のような感じがします。旧約聖書には、神へ、生贄を捧げる場面が出てきます。有名なのは創世記22章2節、信仰を試されたアブラハムが、神から一人息子のイサクを、生贄として捧げるように言われた話です。寸前で、イサクの代わりに、羊を捧げるように、という流れになりますが、この場面では、絶対の神に対して、生贄を捧げているような感じに見えます。古代文明には、こういった生贄の風習があったようです。もしかしたら、兄カインが弟アベルを殺したのも神への生贄だったのかもしれません。しかし、その後、ボーマンは隙を狙って、船内に入りHALの機能を停止させます。つまり、神を殺します。まさに、ニーチェの言葉を借りると、神は死んだ、ですね。ディスカバリー号が木星の衛星軌道付近に到達すると、ボーマンは近くに浮かぶ巨大モノリスを発見する。ポットに乗って接近していくと、巨大モノリスは漆黒の闇に消え、その辺りの空間から発した光の本流がポットを飲み込み、めくるめく異次元の光景が次から次へと押し寄せてくる。やがて、閉鎖された王朝風の白い部屋にポットごと到着すると、そこでボーマンは、年老いていく自分自身を順々に発見する。ついには老衰してベッドに横たわるボーマンの前に、あのモノリスが現れ、彼がそれに向かって手を差し伸べると、光に包まれた胎児に変貌する。ボーマンは、人類を超越した存在、スターチャイルドへと進化を遂げた。そして胎児は太陽系へと戻り、地球を見下ろしながら、これから自分がなすべきことについて思いを巡らせるのだった。さて、最後に、難解とされている、王朝風の白い部屋の独自の解釈、解説に入りたいと思います。旧約聖書のサムエル記及び
列王記に登場するダビデ王のこと、皆さん、ご存知ですか？ミケランジェロの有名な彫刻で知られていますね。ダビデ王は、巨人を倒した勇敢な王様で、イスラエル王国を安定させて拡大したことで有名です。ディスカバリー号の船長の名前、デイビッドも、ダビデを英語名にしたものです。王朝風の白い部屋、と、ダビデ王、もしかしたら、デイビッドはダビデ王とつながりがあるのではないかと思いました。また、キリスト教圏では有名な話ですが、ダビデ王の子孫からメシアが生まれる、というダビデの血筋についての予言があり、イエス・キリストもダビデ王の子孫とされています。王朝風の白い部屋では、定期的に年老いていくデイビッドの姿が映されますが、おそらく18年周期と言われるサロス周期にのっとって年老いていっているのではないかと思います。デイビッド船長はイエス・キリストと同じく最後の食事、最後の晩餐をしますが、グラス、聖杯を落として割ってしまいます。最後の晩餐の有名なエピソードですが、パンを手にしたイエスは十二使徒に向かって、これは私の体です。ブドウ酒の入ったグラスを手にして、これは私の血です。という言葉を残しています。イエスが直接口にしたグラスを、聖杯、と言われ、それを手にした者はあらゆる病気が治り、奇跡を起こすとされる聖杯伝説として伝えられています。ここで注意していただきたいのは、落としたグラスを拾う時の目線です。目線が床に落ちたグラスからベッドに横たわるもう一人の年老いた自分へと変わります。これはおそらく映画ダヴィンチコードでも解説されているように、キューブリック監督も聖杯は実在せず、聖杯そのものではなく、ブドウ酒に例えられたイエスの血、すなわち救世主メシアが生まれると予言されたダビデ王家の血筋のことを示している場面ではないかと思います。最後に、モノリスと対面するデイビッドは、胎児へと姿を変え、リヒアルト・シュトラウスの音楽、ザラトゥストラは各語りきという題名の曲とともに、突然、地球を見下ろし、映画は幕を閉じます。曲の元となる、ニーチェのザラトゥストラは各語りきという作品は、とても難解で、私も何度か読んでみましたが、ほとんど理解できませんでした。ですので、作品のあらすじについては、省略します。すみません。しかし、慶應義塾大学中西康人研究室というページで見てみますと、作品の中に出てくる精神の三段の変化について、なるほど、と思う点がありましたので、引用させていただきます。三段の変化とは、ニーチェがザラトゥストラは各語りきの中で語っている話で、簡単に言うと、精神がラクダとなり、ラクダから獅子となり、獅子から幼子になることを言います。ニーチェは、ラクダ、獅子、幼子という順の精神の変化によって新しい世界を獲得すべしと言っていると考えているわけです。ラクダの精神とは神からの汝なすべし、お守り、重苦しいものを背負ったラクダが砂漠へ急ぐように、私たちを精神の砂漠へと導く精神だと考えます。精神の砂漠へ達した私たちは、獅子の精神へ変化を遂げます。獅子の精神は、我、ヨクスを欲し、汝なすべしと私たちを支配する神と対決します。ニーチェは、獅子の精神では、新しい価値を創造することはできないが、新しい価値を創造するための自由は獅子の精神でなければ獲得できないと言っています。そうして自由を得た私たちは、幼子の精神に変化します。幼子は忘却であり、聖なる皇帝を持った精神であり、自由を獲得した獅子でさえできない、新しい価値の創造を可能とします。そうして、自分の意思を逸することを可能にすると言います。キューブリック監督が最後にリヒアルト・シュトラウスのザラトゥストラは各語りきの曲とともに胎児を登場させたものには、こういった背景があるのではないかと思いました。映画2001年宇宙の旅とは、実は人類が繰り返し、光子の存在の接触により進化を遂げる様を描いた作品であり、その中で選ばれたダビデ王の子孫としてのデイビッドが、人類を先導するリーダーとして進化成長を遂げる過程を描いた映画ではないかと思います。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。今後もこういった映画の独自解釈&解説をしていきますので、気が向いたらチャンネルチェックよろしくお願いします。